おはようございます。なんか、マレーシアっていうかペナンは卒業シーズンかなんかなんですかね。昨日から思ってたんですけど、記念写真撮る人がすごい多いです。ちゃんと学帽とかかぶって。おお、これか。ああ、こういうのがいっぱいあるんだな。マレー半島縦断の旅もですね、10日目になりまして、僕は今どこにいるかっていうと、世界遺産として有名なペナン島ジョージタウンにおります。ここはその世界遺産の中でもすごく有名なストリートアートって呼ばれるところですね。一つの繁華街なんですけれども、街の壁にですね、いろんな絵が描かれていて、とても有名になった通りです。これがアートとかパラソルですけど綺麗ですね。まあ確かにこういうところにちょこちょこって書かれてたりしますね。なんかペナン島って世界遺産に選ばれたのが2008年なんですけど、2012年にリトアニアのですねアーティストが来て、それでこういうなんかウォールアートを描いてって、それが有名になったそうですね。なんかこれさっき通りを歩いてる人が喋ってたんですけど、一本の針金から作ってるアートだそうです。なるほど。こういうのはですね、なんか一箇所にまとまってるのかと思ったら、結構長い距離の後になんか点在してる感じですね。見つけるの大変ですね、この暑い気温の中。まあでもちょっとゆっくりだらだら歩きたいと思います。かわいい猫の跡見つけました。僕今猫を飼ってるんで、なんかちょっと嬉しいですね。かわいいな。なんか一応全部テーマがあって、でも、はい、基本的にはペナンで暮らす人々、もしくはペナンの日常の光景をモチーフにしているそうですね。で思うんですけど、ちょこちょこやっぱりモスクが見えますね。中華系のなんていうか看板とかがすごく多いし、仏頂寺院もいっぱいあるんですけど、やっぱこの混在しているところがやっぱりマレーシアっぽいですね。すごく面白い、ユニークです。すごい。ちょっとですね、これが来てみたかった、ホッケンミーの名店ですね。なんかすごい有名だそうで、さっきのアートストリートからもちょっと歩くところにあるんですけど、昨日会った人にもなんかおすすめされたお店です。ミシュランのビブグルマンを取ってるらしいんですよね。まあ確かにビブグルマンを取ってそうな内装と外装ではありますけど、ちょっと入ってみたいと思います。頼んでみました。11.5 リンギだからめちゃくちゃ安いですね。400円ぐらいだな。でなんかおすすめされたのがこのローカルのナツメグのジュースです。ナツメグのジュースって飲んだことないんですけど、甘い。砂糖入れてありますね。砂糖でも東南アジアあるあるのなんか非常に甘い砂糖の入れ方じゃなくて、ちょっと薄めな、なんか少しだけスイートですねって感じの入れ方してますね。美味しいな。ほんの少しだけ発火っぽいんですね、ナツメグって。初めて飲んだんですけど、ちょっとスーってするような、
なんかちょっと湿布みたいな感じのする香りが少しありますね。美味しい。これ夏場歩いて汗かいてるとすごくいいですね。めっちゃくちゃうまい。ここなんかホッケ身がすごく有名で、なんか米粉の麺と普通の中華麺とどっちを入れるか選べるんですよ。一番人気なのは両方入れるって言ってミックスで、米粉麺と普通の中華麺両方混ぜたのを頼んでみました麺の種類混ぜてどうなるんだろうって感じですけど、でさらにその上になんかエビの団子とか豚肉の団子とか乗せたりとか、鶏肉の団子乗せたりとかいろいろなオプションがあるんですけど、なんか一番ベーシックで人気なのはなんかスペアリブを乗せるそうでして、だから豚肉のスペアリブだと思いますけど、ちょっとそのスペアリブを乗せてみました。それがもうすぐ来ます。なんかめちゃくちゃ作るスピード速くて、多分すぐできたんだろうな。やっぱそうだ、もう来た早っ。 Thank you. Thank you. You want special chili here? I don't like spicy. Oh, thank you. よいしょ。マレーシアのスパイシーはもう本当にスパイシーですね。ちょっと耐えられるスパイシーじゃないんで。よいしょ。東南アジアっぽいな。さて、ホッケンミーはこんな感じですね。本当だ。米粉の麺と中華麺が両方入ってる。ちょっと写真も撮っておこう。いただきます。うまそうだな、確かに。エビのかき揚げみたいなの入ってますね。うまっ。この時点でうまいな。海鮮が豊富だからちょっと長崎のちゃんぽんみたいな味がしますね。やっぱそうだ、海鮮がすごい。めっちゃくちゃ海鮮らしいですね。うまい。汁の味はもうこういう見えるかな、赤い系なんでちょっと辛かったり醤油の味が強いかなと思ったらめちゃくちゃ海鮮ですね。僕はなんかちょっと長崎ちゃんぽんの出汁の取り方に似てるなって感じがします。そして麺、両方混ぜるってなんか食感がおかしくならないのかな。うまい。ちょっとだけ面白いですね。柔らかいのもあれば細い米粉は食感がしっかりとしてて面白いですね。美味しいね。じゃあこれスープがうまい。ちょっと油浮いて見えるんだけど全然油こそ感じないですね。すっごい海鮮だしが効いてます。エビとイカが入ってる気がするんですけどね。あとこれイカかな。エビとイカの海鮮だと思うんですけどめちゃくちゃうまいな。うまい。これはうまいわ。スペアリブも美味しい。美味しいけど別にスペアリブあってもなくてもいいぐらい美味しいですね。これもう汁がうまいですね。美味しい。これはうまいわ。めちゃくちゃ混んできました。うまい。これはうまい。こんなあったかいところであったかいもの食わなくていいかなとちょっと思ったんですけど、うまいですねこれは。さっきのホッケンミーはマジでうまかったですね。ちょっとこの
旅の中で食った中で一番うまかったかもしれないです。なんか海鮮の出汁が本当にすごく効いてて、いやシンプルな食うもんなんですけどね、うまかったです。でここ今ペナン島のですね東の端の方に来てます。まだちょっと後をですねブラブラ見てはいるんですけれども、このタンジェッティっていうですね桟橋が有名でして、その桟橋をなんか見に来てます。やっぱりなんていうかああいう風景が結構有名らしいんですね。ここもそうですけれども、もう水の上ですからね、海の上にこうやって家を建てて普通に暮らしています。なんかこういうエリアはたまにそういうのありますよね。すっごいやっぱこれの改めて見るとすごいなと思いますけど、よく流されないですね。日本の感覚だとやっぱ地震が多いから、こういうのってなんか大きな地震が来たらあっという間に倒壊して消え去りそうなイメージがありますけど、こっちの方はあんまり地震がないんでしょうか。そしてこれはいや先の方まで桟橋があるんですけど修理中。そうなんだ、修理中なんだ。仕方ない、これはこれ以上先に行けないですね。でも見晴らしがいいな。向こうがマレー半島側です。あそこになんかレインボーブリッジみたいな大きな橋がありますけど、今は橋もつながっているんで、僕はフェリーでそっちからこうやって来ましたけど、フェリーじゃなくて、バスで行くこともできますし、なんならタクシーで来ることもできます。でもこういうところに来るんだからやっぱフェリー乗りたかったんで乗っちゃいましたけど、なんか南国に来たなって感じがします。すごい心が安らぎますね。タイのホアヒンのリゾートもいいですけれども、やっぱなんか島に来ると心が立つものがありますね。なんでだろういやもうちょっとアートを歩いて探してみます。清州橋って日本語で呼びますけど、チュージェッティと呼ばれるエリアだそうです。さっきの桟橋から歩いて5分もしないところにあるんですけど、こっちはさっきと打って変わってめちゃくちゃ中華ですね。中華っぽい感じがすごいです。なんでここに来たかっていうと、この中にもう一つアートがあるそうで来たんです。さっきは孫悟空のああいう祀られてるとこもあったりして、本当にやっぱマレーっていうのは中華系の影響が強いですね。マレーシアの中でもまだまだペナンは特に上の方ですからね。福建とか広東の人たちの影響がすごい強いのがですね、さっきからレストランのメニューとか見ててもよく思います。さっきから中国人の観光客もめちゃくちゃ多くてですね、やっぱ面白いんでしょうね。中国の文化がこんだけ色濃く残ってるんで、東南アジアどこ行っても中国の影響ってかなり強いですけど、でもやっぱこんだけ強いのもなかなかないかもしれないですね。もうこれずっと続くのか。いやー暑い。これもペナンっぽいっちゃペナンっぽいですね。先端の方に出てきましたね。僕が昨日降り立ったフェリー乗り場はそこら辺ですね。ホテルはちょっとあっちの方ですけど、4階建てだからさすが見えないな。
トル桟橋の一番先まで来ましたね。さっきのところと同じだな。なるほど、気づかなかったな。こっちから来たんですけど、ここにもアートがありました。なるほど。海辺で暮らす人々って感じですかね。なるほど。快活そうな少年は将来お父さんみたいになるんですかね。気づかなかったんですけど、さっきもあったこの絵ですけど、ここにいろんな言語でいろんなこと書いてありました。日本語めちゃくちゃシンプルですね。良い旅を。いやー、さっき小樽じゃないですけどね、マレー半島こうやって縦断していく日本人もいるでしょうからね。いやー、でも日本人さすがにここら辺では見ないな。高品まではところどころ日本人いっぱいいましたけどね、ちょっとハジャ以降はいないですね。まあでもあさってクアラルンプールまで行くんで、そしたらもう日本人だらけでしょうけどね。こんなとこにも壁画がありました。やっぱ猫が多いのかな。猫の絵が多いですね。やっぱ港町って猫が本当に多いイメージですけど、こっちはなんで猿なんだろう。著作権を無視したアートがありますね。そういやシンガポールにも日本のコナン君の絵が描いてあったりしましたね。これがもう一つのアートなのかな。こっちはだいぶあれですね、ポップな感じですね。あ、犬だ。猫じゃなくて犬がいます。あっちにもちょっと続いてる。ここら辺はずっとこうやって続いてるんだ。なるほど。なるほど、こんな感じになってるんですね。お菓子って日本語で書いてある。でも天、これは中国語で菓子ですね。すごい。バイク。なるほど、これ有名だな、見たことある。でもなんか中国兵がかぶりそうなヘルメットかぶってますね。赤い一つ星の。こっちはなんかサッカー選手かな。面白い。暑いっす。あそこにシティデルっていうでっかいホテルがありますけど、それの近くにこのでっかい壁画がありましたね。人力車のおっさんって感じですかね。今までの違ってて、これはなんかだいぶでかいですね。なるほど。暑い。いや、まあでもこれで主だった後は見れたそうです。本当に暑いな。おかげでこのジョージタウンの中心街をだいぶ歩き回れましたね。楽しかったです。さてどうしようかな。ちょっとあと一つ二つ観光名所もあったら一回帰ってプールにでも入ります。ちょっと暑いな。32、3度しかないと思うんですけど、日差しがちょっとすごく暑いですね。31度しかない。本当かな。全然そんな風に感じないけど、まあいいや、とりあえずペナントを歩き回ってるとすごい暑いです。2階がダンススタジオになってる。
このレストランに入ります。めっちゃいい感じのステーキハウスですけど、いやあまりにも暑いし、なんかすごく体力を消耗したので、ちょっと肉を食べたくなっちゃってサーロインステーキを頼んでみました。結構ペナン島ステーキ屋さんが多くてですね、やっぱ欧米系の、観光客が多いからだと思うんですけど、結構いい感じの高めの、ステーキ屋さんがすごく多いです。例えばこれも 200g ですけど、8000円ぐらいしますね。結構高い。いただきます。うまそう。うまい。めっちゃジューシーですね、サーロイン。おいしい。僕もそうなんですけど、結構やっぱ欧米系のホテル泊まると肉料理多いですよね。僕も割と普段肉食で2日に1遍ぐらいこう肉を食わないと結構体が肉を欲してしまうんですね。だからステーキを頼んじゃいましたけど、クアラルンプールとかで頼んだ方が安いんじゃないかな。結構いい値段しますね。でも美味しい。これすごく美味しいですね。ファイアウッドっていうステーキハウスです。結構全体的に高くていいお値段します。なんかもう歩いてホテル戻ろうと思ってたら有名なのありました。ここにあるんだ。ホテルすぐ近くありましたね。ペナンプラナカンマンションっていう建物です。今レストランもやってるんですけど、いわゆるプラナカン様式の建物ですね。中国人が東南アジアに来て、で作っていった独自の建物で、シンガポールとかプーケットの方にもありますけれども、なんか入れるんだ。チケットカウンター。ちょっとチケット買って入ります。すごい豪華な中身ですね。なんか撮影いくらしてもいいよって言われて、他の人も結構撮影してますね。すごい。ちなみに無料の、イングリッシュツアーがこれから行われるんで、僕はちょっとそれについていこうと思いますけど、本当豪華です。ここの、大体プラナカンとか、こういう建物で残ってる豪華なやつって大体豪商のものとか当時の支配者のものなんですけど、ここもそうみたいですね。豪商であり結構有力な政治家というか政治的権力者があった中華系の人間が作った、建物が今でも残って世界遺産の一部になってるって感じです。確かにさっきからこういうのとか見るだけでめちゃくちゃ成功、すごく立派ですね。本当にすごいです。やっぱイギリスに支配されているのを承知の上で来てる中国人なので、中国と東南アジアとそして西洋が入り混じったような感じになってますね。始まった。ちょっと聞きたいと思います。なんかこういった様式を見れば分かる通り、中国風っていうかはイギリス風が多いみたいなことを今言ってましたね。これが作られたのは100年ちょっと前ですから、まだまだマレーシアはイギリスの植民地だったので、やっぱりイギリス風なんですね。この建物はプラナカンですけれども、難しいですね。なんかさっきの、ここを建てた人は関東の人みたいですけど、その時中国って清もイギリスにかなり占領されたり支配されたりしてたから、すごい難しい立場の中こっちの方に来て、でなんか鈴って鉱物の鈴ですね。鈴の採掘とかそういうので大成功してお金持ちになったそうです。
でもそれにしても本当にこれは立派ですね。ちなみにこれを作った人物の今5世代後がここら辺にまだ住んでらっしゃるそうですね。まあでもこれを維持するのは無理でしょうね。相当豪華な建物ですね。おお、すごい。食事もこんな感じだったんですね。いや、これはすごいですわ。すごく精巧な装飾です。ここはお墓だそうです。ここを作った一族のお墓。今でも中国の旧正月とかは一族の人たちがここに集まってお参りをするそうですね。めちゃくちゃ精巧ですね。100年以上前に作られたんですけど、すごくお金をかけて立派に作ったことが分かります。ここら辺の装飾とかもすごいですわ。中国から職人を連れてきて作ったそうです。こういうのとかこういうのもすごいですね。相当力を持った人物だったんだなということが分かります。このペナンを作ったのはイギリス人ですけど、この近くにマレー半島の方にタイピンっていう町がありまして、なんかその人はここを作った人はそのタイピンっていう町を作ったような人だそうです。やっぱ何でもイノベーターっていうか、作る人とか開拓する人は成功するとリターンが大きいですね。すごいですね。これは一転してイギリス風ですね。英国風のなんか子宝子供がいっぱい欲しかったんですかね。すごい、本当にすごい。これは本当にすごいな。服装を見ても面白いですね。なんかやっぱイギリス風なところとちょっとマレー風な、女性の方はマレー風な格好してますよね。面白い。またすごい。すごいな。めちゃくちゃすごい。はあ。おー、やばいこと書いてありますね。ブロークンディスプレイコンシーダーソールド、壊したら弁償しろってことですかね。やばい、こんなの高すぎて弁償できないです。いや、これすごいや。ティーカップもおしゃれだし、さっきからこういう英国の陶器的なやつ多いですね。やっぱ時期的にも英国の神派だよっていう風なのを見せなきゃいけなかったかもしれないです。何これ、ブライダルベッド。中国の南方ではこういう風習があったんだ。こういうものを敷いて、なるほど、結婚用にはこういうものを使ったんですね。面白いな。中国っていうのは本当に家族を大事にしますね。家族の写真ばっかだな。こんな感じか。おっと、サムソリー。バルコニーでみんな撮影してます。このバルコニー自体はなんとなくコロニアル様式ですね。あ、sorry。綺麗だな。ちょっとしたデートスポットに僕は一人で来てるってことですね。
うん、まあでもこんなもんか。建物の敷地、建物はメインで公開してるのはここだけみたいですけど、ちょっと敷地的にはもうちょっと広がりがありますね。でもそこはちょっと公開してないみたいです。でもこりゃすごいですわ。この陶磁器とかもすごい。プラナカンセラミック、なるほど。これプラナカン様式の陶器なんだ。なるほど。なんかだから色合いがちょっと緑っぽい淡さとかあんまり見かけないですもんね。面白いな。